皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。さて、今月の最終週はハルスイストさんからのリクエストでピョンジンソプさんのヒマンサハン希望事項という曲をカバーして紹介します。ハルスイストさんもメッセージの中で書いてくださっていましたが、最近ソン・シギョンさんの YouTube チャンネルでピョンジンソプさんとシギョンさんのお二人がこの曲をカバーしたということで、今回リクエストをいただきました。ピョンジンソプさんは日本ではあまり知られていないかもしれないんですが、1980年代後半に韓国で初めてバラード歌手と呼ばれた歌手です。この番組の本当に最初の頃に、韓国ではバラードを専門に歌うバラード歌手がいるんですよという話をしたんですけれども、その初代バラード歌手がピョンジンソプさんということですね。当時のピョンジンソプさんの活躍を見たマスコミがバラード歌手という名称を使い始めたのが始まりだと言われています。今月のテーマ、イ・ムンセ先生が韓国バラードの大祖としてバラード音楽の基礎を築き、その直後の世代にバラード曲を中心にヒット曲を連発した歌手がピョンジンソプさんなんですね。そしてその後90年代のシン・スンフンさんの大ヒット、チョソンも王子、そして我らがソン・シギョンさんと時代がつながっていくわけです。なのでバラードの歴史においては非常に重要なレジェンド歌手のお一人で、イ・ムンセさんとももちろん関連しますし、トーク会で紹介したドラマ応答せよ1988にもピョンジンソプさんの楽曲が挿入歌として多数使われていますので、とてもね、いいタイミングでリクエストをいただきました。当初は1ヶ月全部イ・ムンセさんの楽曲をお届けする予定だったんですけど、ここでね少し変化も生まれて、また今後の放送につながる流れを作れるということでありがたいです。ではまずピョンジンソプさんの基本情報から紹介していきますね。ピョンジンソプさんは1966年生まれの現在57歳でいらっしゃいます。デビューは1987年の MBC 歌謡祭への出場なんですけれども、翌年の1988年に第1週アルバム홀로 된다는 거、一人になるということというタイトルのアルバムを発表します。まさに応答せよ1988の年にデビューしているという形ですね。このアルバムが大ヒットして180万枚のセールスを記録するんですね。なんとデビュー早々余裕でミリオンセールスを超えてくると。で、この年のゴールデンディスク賞の新人賞とアルバム大賞を同時に受賞しています。ちなみにこの前年ですね、1987年のアルバム大賞は先週紹介したイ・ムンセさんの第4週アルバムなので、ここでね先週の話とつながってくるんですよ。翌年の1989年に第2週アルバムノエゲロと足し君へと再びというアルバムを発表して、こちらはもう前作のヒットの勢いもありますからね、収録曲のほとんどがヒットチャート入りして、なんと280万枚以上を売り上げたそうです。300万枚に近づくような勢いだったということですね。で、私はこの第2週アルバムが大好きでよく聴いています。で、タイトル曲にもなっているノエゲロとだしっていう曲、君へと再びという曲とかね、とっても好きなんですよ。少し歌ってみますと、너에게로 또다시 돌아오기까지가 왜 이리 힘들었을까というメロディーの曲なんですが、この曲がアルバムの第1曲目かつタイトルトラックなんですよ。アルバムの最初から哀愁感たっぷりのバラード曲が流れるっていうね、これがかっこいいなと思っております。そして今日カバーする曲ヒマンサハン希望事項という曲もこの第2週アルバムに収録されている曲なんですね。でもこの曲はねバラードじゃないんですよ。軽快な可愛らしい感じの曲で、アルバムの最後に収録されているんですが、1曲だけねちょっと傾向が違う曲なんですよね。
でそれで私はずっとなんか変わった終わり方をするアルバムだなと思ってたんですよ。結構他の曲はバラード曲だったりミドルテンポでも声をこうしっかり張るような壮大な曲が多いんですけれども、なんで最後この曲で終わるんだなと思ってたんですね。そして今回調べてみたら、まずこのヒマンサハン希望事項という曲はノ・ヨンシムさんという女性ピアニスト兼歌手の方が作詞作曲をしています。理想の女性像をひたすら並べ立てるような歌詞なんですよね。で、ハルスイストさんのメッセージを紹介した時に、今の時代に歌ったら炎上確定の歌詞なんですよとお話ししたんですけれども、これをね、女性が書いた歌詞だと知って聞くとまた印象が違うと思います。そしてこれはナムウィキというサイトに書いてあった裏話なんですが、ノ・ヨンシムさんがこの曲を書いてピョン・ジンソプさんに歌いませんかって持って行った時には、すでにもうピョン・ジンソプさんの第2週アルバムのほとんどがもう出来上がってた状態だったそうなんですね。でそれでピョン・ジンソプさんがちょっとコンセプトが違う曲だから今回のアルバムに入れるのは難しいかなという感じで難色を示したところ、作曲したノ・ヨンシムさんがじゃあもう今回のアルバムに入れてくれないなら代わりにイ・ムンセさんに歌ってもらいますって言ったそうなんですね。でもピョン・ジンソプさんはきっと曲自体はとっても気に入っていてご自身で歌いたかったんだと思うんですよ。でそれで結局歌唱を引き受けたんですが、アルバムのコンセプトとはちょっと違う曲だったのでエキストラトラックのような感じでアルバムの最後に付録みたいな感じで入れることにしたそうなんですね。だからこの曲だけ最後雰囲気が違ったのかっていうね、長年の疑問が解決しました。そんなエピソードもあったそうです。なのでこの第2週アルバムの発表後もヒマンサハン希望事項という曲は個別のプロモーションを行わなかったそうなんですけれども、自然と人気が出て、なんと歌謡番組で6週間連続1位を獲得したという記録があります。特にプロモーションもしなかったのに大ヒットして、でピョン・ジンソプさんの代表曲になったんですね。でももしこの時にピョン・ジンソプさんがちょっと無理してでも歌わなかったらイ・ムンセさんの楽曲になってたかもしれないっていう経緯がね、面白いですよね。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。理想の女性像をずっと歌っているというふうにさっき表現したんですけれども、どんな歌詞なのか紹介していきますね。청바지가 잘 어울리는 여자, 지인즈가よく似合う女, 밥을 많이 먹어도 고항을 たくさん食べても배 안 나오는 여자, お腹が出ない女. 내 얘기가 재미없어도 僕の話がつまらなくても웃어주는 여자, 笑ってくれる女. 난 그런 여자가 좋더라, 僕はそんな女が良かったよという歌詞から始まります。ご飯食べてもお腹が出ない人とかね、現実にはあまりいないと思うんですけれども、ずっとこの調子でね、自分の理想の女性の条件というのを並べ立てるんですね。で、いくつかこの後面白い歌詞があるのでちょっと抜粋して紹介しますと、머리에 무스를 바르지 않아도, 髪にムースを塗らなくても윤기가 흐르는 여자, ツヤツヤとしている女っていう表現があるんですね。確かにね、髪に何も塗らなくてもツヤツヤしてる女性はいますけどね、大抵こういう人は髪の毛にめちゃくちゃ課金してますよ。高級シャンプーを常に使って美容室で定期的にトリートメントをして努力をしている人だと思います。そして続いて김치볶음밥을 잘 만드는 여자, キムチチャーハンを上手に作る女という表現もあります。ここはね、可愛らしくて好きですね。なんか韓国らしいですよね。キムチチャーハンが家庭料理だから、家庭料理を上手に作れる人がいいという理想ですね。それからもう一つちょっと二次元っぽいところの歌詞でいくと、뚱뚱해도 다리가 예뻐서, 太っていても足が綺麗で짧은 치마가 어울리는 여자, 短いスカートが似合う女っていう歌詞があるんですね。これもちょっと独特の好みだと思いますね。上半身はちょっとぽっちゃりしてるけど下半身はスラッと細い人がいいっていう好みなのかもしれないですよね。こんな感じで一通り理想の女性の姿を歌ったところで、
最後にね女性の声が出てくるんですね。で女性の声の部分の歌詞を紹介します。여보세요。ちょっと날 좀 잠깐 보세요。私をちょっと見てくださいよ。희망사항이 정말 거창하군요。希望事項が本当に大層なことですよね。그런 여자한테 너무 잘 어울리는 そんな女性にとってもよくお似合いな난 그런 남자가 좋더라。私はそんな男が良かったですわ。というね、こういう歌詞で終わるんですよ。で最後に女性が出てきて、いやもうあなた何言ってるんですかみたいに終わるのがストーリー性があって面白いんですよね。では曲を聴いてみてください。ピョンジンソプさんの희망사항希望事項をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとオルガンの音が入っています。ラララで歌う部分はね、少しメロディーをアレンジして歌ってみました。この曲は後半に2回転調するんですね。で転調した先のキーで女性ボーカルが登場する構成になってるんですけれども、私の場合は最初からね女性の声でスタートしてるので、逆に最後の部分をちょっと低く転調して本来の女性パートを歌ってみました。で歌の先生にですね、レッスンの時に最後の女性パートの部分だけ感情移入がしっかりできてるねって言われました個人的にはピョンジンソプさんの少年っぽいようなビジュアルとも相まってこの曲がヒットしたのかなと思いますね。こういった二次元の女性のような理想を言っていても嫌味っぽい感じはしないんですよ。で歌番組でこの曲を歌う時も大抵最後の女性パートの部分でね、女性にね何言ってんだみたいなこうジェスチャーで詰められながらですね、で最後ピョンジンソプさんがなんかすいませんみたいな感じで終わってて、このなんか歌い方もねとっても面白いので概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。そんなわけでハルスイストさんリクエストをありがとうございました。そして9月も皆さんお付き合いありがとうございました。来月10月はですね、久しぶりに女性歌手の曲をカバーする月にしようと思います。でドラマや映画の OST になっている曲も歌う予定でおります。そして10月はソン・シギョンさんのファンミーティングに参戦する予定でございます。私は10月1日の大阪公演に行く予定なので、来月は2週目の月曜日にトーク会を入れてまたファンミー参戦報告をしようかななんて思っています。なので来週は歌会のみの更新にしたいと思います。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 ちょうどいいですね。